ヘルダイバー、皆さんはトーチャーを使っていますでしょうか？全体の使用率を考えてもこの武器を使いにくいと感じているヘルダイバーは多いかと思います。そこで今回はトーチャーを使うためのヒントを22個紹介します。正しい使い方を知ればトーチャーを使うのが楽しくなるはずなので参考にしてみてください。それでは確認してみましょう。まずは距離によるダメージの違いを見てみましょう。5メートルと8メートルで比較してみます。敵との距離が近い方が直撃のダメージは高いです。エクソスーツを破壊するのに3秒ほど違いが出ます。ただし近すぎるとダメージが減ってしまうので注意してください。最も早く破壊できたのは4メートルでしたが3メートルだと炎がうまく当たらないようです。10メートルと15メートルの場合も見てみましょう。これぐらい距離があると直撃のダメージはかなり落ちます。トーチャーの最大射程は17メートルです。18から20メートルでもヒットマークは出ますがダメージはほとんどありません。18メートルではエクソスーツを破壊するのに3マガジン必要でした。また連続で噴射できる時間は 12.5 秒ほどです。次は炎が出るまでの時間を確認します。射撃ボタンを押してから 0.7 秒で炎が出ます。最後に発射してから10秒間は炎が灯った状態になります。一度点火してしまえば素早く炎を出すことができます。敵と交戦する前に火をつけておくのが良いでしょう。またリロードしても炎が消えることはありません。武器を切り替えてもすぐに炎を発射できます。リロード時間は3秒ほどです。次は地面を燃やした時の効果時間を確認してみましょう。炎の効果は20秒ほど持続します。地形にもよりますが15秒ほどで炎が消えたように見えることもあります。しかしダメージは受けるので気をつけてください。トーチャーを使うときは炎に耐性のあるアーマーを着ることをお勧めします。耐性のないアーマーで炎の中を走り抜けると2秒ほどで燃え尽きてしまいます。炎耐性 40% でも生き残ることはできます。しかし7割ほど体力が減るのですぐにダイブして火を消しましょう。炎を出しながらのダイブには気をつけてください。横に飛んだ時は問題ありませんが後ろへダイブすると引火する可能性があります。後ろへダイブする場合は射撃ボタンを離すようにしましょう。ここからは実際に敵を燃やしてみます。敵の群れに対しては広範囲を燃やしてダメージゾーンを拡大させていきます。自分は常に移動しながら敵が炎の上を歩くように誘導していきます。トーチャーには敵をノックバックさせる力がないので近接攻撃をうまく使いましょう。ブルードコマンダーなどは炎を直撃させないと倒すのは難しいです。ウォリアーは地面を燃やしただけでも十分倒せます。距離を取りながら少しずつ地面を燃やしましょう。燃料の消費もかなり抑えることができます。アルファコマンダーに炎を直撃させる場合は頭より下を狙った方が早く倒せるようです。胴体を狙うようにしましょう。ハイブガードの場合も同様です。小さな違いのように思えますが敵に反撃される可能性は下がるはずです。ベヒーモスに炎を当てるときは胴体やお尻を狙うのが効果的です。頭や足を狙うのはやめた方がいいです。距離や角度によって結果は変わりますがリロードせずに倒すのは難しいです。実戦では口や胴体、お尻に炎を当てるようにするといいです。何度か試した結果15秒ほどでベヒーモスの体力がなくなることが多かったです。体力が尽きたかどうかを判断するにはレティクルの色に注目してください。ここからは何もしなくても力尽きます。燃料は半分ほど残りましたがベヒーモスはテルミットなどを使って倒すことをお勧めします。インペーラーの弱点を狙う場合接近した方が早く倒せます。距離7メートルだと2秒で倒せますが10メートルになると4秒ほどかかります。注意点として距離が近すぎると倒すのが遅くなってしまいます。右の映像だと表示は7メートルになっていますが倒すのに4秒かかりました。6メートルだと5秒も必要です。表示距離を目安にするなら8メートルが安定して倒せると思います。
角度も影響するようなので、何度か試して距離感をつかんでください。うまくいけば1秒で倒すことも可能です。トーチャーなら触手を出していない状態でも簡単に倒すことができます。攻撃してきたら口を狙って燃やしましょう。後ろから狙う場合も距離が近ければすぐに倒せます。これぐらい近づけばお尻を燃やしても2秒ほどしかかかりません。腹を狙っても効果的です。横から胴体を狙う場合は装甲のない部分を狙ってください。しっかり近づけば1秒で倒せます。7メートルになるだけでかなり違いが出てしまいます。足を狙うのはやめておきましょう。倒すのが一番遅くなるようでした。タイタンにトーチャーだけで挑む場合は胸や爪のあたりを狙うようにするのがおすすめです。キャニスターを交換しなくても15から20秒で倒せると思います。距離によって結果は変わりますが、頭を狙うとワンマガジンで倒せないことも多かったです。燃料は1本分使うことになるでしょう。また接近して腹を燃やしても素早く倒せます。距離が近くなるのでダメージは高いですが、踏みつぶされることもあるので少し危険です。こちらは13秒で倒すことができました。テルミットと合わせるのも効果的です。テルミットを使うことで燃料も半分ほどの消費に抑えることができます。右の映像ではテルミットが頭に刺さりました。この場合は頭を狙って燃やすようにしてください。6秒ほどで倒すことができます。イーグルロケットポットと合わせるのも効果的です。この場合も爪を狙うと6秒ほどで倒すことができます。機重装車だと大きなダメージは与えられませんが、少し倒すのが早くなります。10秒ほどで倒すことができました。対戦車兵器が頭に当たらなかった場合も見てみましょう。無反動ライフルを撃った場合はテルミットと同様の結果になることが多かったです。 EAT の場合は10秒もあれば倒せると思います。燃料の消費は7割ぐらいでした。トーチャーを使うときはスピアガンと組み合わせることをお勧めします。ハンターの群れに遭遇したらまずはスピアガンを地面に撃ちましょう。ガスの効果を与えた後に地面を燃やせば反撃を受けずに倒しやすくなります。スピアガンについては別の動画を参考にしてみてください。またストーカーに接近された場合もスピアガンが役に立ちます。こういった場面ではトーチャーを使っての対処は難しいです。距離があればトーチャーだけでも対処は可能ですが、おすすめはできません。ストーカーの気配を感じたらすぐに発射できるように点火しておかないと反撃されます。透明化が解除される前に炎を当てればこのように倒すことは可能です。なるべく頭を狙うと早く倒せるようです。実際はこのようにいかないので2秒ほど必要だと思った方がいいでしょう。バイルスピューアーは頭を狙うと一番早く倒せます。距離7メートルほどで 1.5 秒ほど必要です。腹を狙うと3秒かかります。近づきすぎると3の攻撃を食らいやすいので距離を取りながら燃やしましょう。少し時間はかかりますがこのように倒した方が安全です。トーチャーの炎はフェンスを貫通しないので気をつけてください。トーチャーでシュリーカーを倒すのは難しいです。横に動きながら炎を当てればダメージを受けずに倒すことは可能です。しかし別の対抗手段を用意しておかないと高難易度では通用しません。マシンガン砲とガトリング弾幕などはおすすめです。セカンダリーウェポンにタロンなどを持つのもいいと思います。ガトリング弾幕はシュリーカーの巣を破壊することもできます。シュリーカーの巣が残ったらテルミットとスピアガンで破壊します。テルミットを1つ投げたらスピアガンを2発撃ってください。グレネードピストルを使う場合は1発撃てば十分です。トーチャーは卵を料理するのも得意です。気持ちがいいので余裕があれば試してみてください。トーチャーについてはいかがだったでしょうか。実際に使ってみた感想をコメントしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画もチャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。